あなたは本気で死ぬかもしれないと思ったことがありますか？ 2009 年10月8日、アメリカアリゾナ州セドナ近郊、雄大な砂漠を有するその場所でスピリチュアルウォーリアーと題された自己啓発セミナーが行われていました。断食や寝袋一つでのキャンプなど5日間の合宿で過酷な試練を乗り越えてきた参加者たち。最終日を迎えたこの日は誰もが満身創痍の状態でした。そんな参加者たちを前にセミナー講師のジェームズ・アーサー・レイは声高にこう語ります。死んでもいいと思える段階まで達しなければ真の成功は手に入らない。そう、彼は限界を迎えつつある参加者たちにまだ試練を課そうとしていました。レイはそこから50人以上の参加者を93度の蒸し風呂に2時間も押し込んだのです。おつおつけんちゃんです。やみやみこです。最近私みんな見たいと思ってるであろう映画を見ました。トイストーリーでしょ。プロジェクトヘイルメアリー。プロジェクトヘイルメアリーあなた見たあれ3時間ぐらいある。3時間もあったんだっけ？あるすっごい面白かった。ネタバレしない程度に言うとね、何の映画に近いって言ったらいいのかしら。インターステラーとか、アルマゲドンほどではないけど、宇宙物って結構壮大でさ、怪物みたいなのが出てきたりするじゃない。でも怪物ってよりもなんかすごいね、愛らしくなってくる宇宙人が出てくるんだよね。そうね、ロッキー。そうそれで主人公が最後に決断を迫られた時にそっち選ぶんだみたいな行動がザ・ SF の醍醐味みたいな感じで、普通こんなこと考えないけどそういう状況になったら確かにそっち選んじゃうかもみたいな確かにね、状況があったから、すっごいねおすすめ。みんなに見てほしい、時間を割いて見てほしい映画なんだけど、 SF 欲が私の中でねすごい燃え上がっちゃって、なんかこの SF 映画見た方がいいよって。プロジェクトヘイルメアリー見たことある人も見たことない人もね、 SF 好きならあれにめちゃくちゃ惹かれるんじゃないみたいなことがあったらぜひ教えてください。今回はアメリカ・アリゾナ州で行われた自己啓発セミナーにまつわる事件をご紹介します。このセミナーの最中、なんと3人の受講生が命を落としてしまったんです。自己啓発セミナーってことはさ、参加者はきっと人生成功するための方法を学びに来てるわけだよね。考え方とかをね、なくなることになんでなっちゃうわけ？普通はそう思いますよね。このセミナーはね、参加者に過酷な試練を課させて成長させるっていうのが目的のセミナーだったんです。このセミナーが終わる頃、会場にはまるで拷問を受けたかのようなね、姿をした参加者たちがたくさん残っていたわけです。シシ・ルイ・ルイ。2009年10月8日、アメリカアリゾナ州セドナ近郊、エンジェルバレーリトリートセンターという施設でスピリチュアルウォーリアーと題した自己啓発セミナーが行われていました。主催者は自己啓発界のカリスマとされていた男、ジェームズ・アーサー・レイ。ハーモニック・ウェルス、日本語で調和の取れた富という概念を提唱し、プログラムの参加者にはお金、人間関係、肉体、精神の全ての分野での成功を約束していました。プログラムはピラミッドのように階層化されており、頂点にあるのが日本円にして約90万円の高額セミナー、スピリチュアルウォーリアーでした。5日間の合宿を通して行われるこのセミナーが最終日を迎えたこの日、会場では多くの参加者が嘔吐し、呼吸困難に陥っていました。異様だったのは、その惨状の中で主催者のレイは一人まるでスパで過ごした後かのように清々しい表情をしていたこと。どうにか意識を保っていた参加者はレイに向かってこう言います。私は一度死んで生き返りました。不可解な発言をする彼とレイは笑顔でハイタッチ。現場に救急ヘリが到着し、誰もが混乱に包まれる中、レイは倒れている参加者たちを気に留めることもなくその場を去っていったのです。そこから腎不全、熱射病、やけどなどの重傷を負った18名以上が緊急搬送。現場ではすでに2名が亡くなっていました。そうやって多くのセミナー参加者が病院へ運ばれる中、ホテルでシャワーを浴び一人でステーキを堪能していたレイ。自身のセミナーで死人が出る事態でも一切動じず涼しい顔で過ごしていたこの男は一体何者なのか。レイがカリスマと呼ばれるようになる少し前まで時間を巻き戻してみましょう。時は4年ほど遡り、2005年5月、当時47歳だったレイはエジプトシナイ半島のシナイ山へ訪れていました。ここに来れば何かがわかるはずだ。シナイ山は旧約聖書のモーセが神から10回を授かったとされる聖地。この時のレイはバイク事故の長い療養期間を経て深刻なうつ状態にあったといい、人生を変えたい一心でシナイ山へやってきたのです。レイはそこから10日間山頂付近をさまよい、気づきが得られる瞬間をじっと待ちました。そしてある夜、キャンドルを手に極寒
感に震えながら立っていると、突然神からの啓示がもたらされたというのです。レイ曰くそれは現代物理学と彼自身が持っていた哲学が結びつくような体験だったと言います。そして彼は確信しました。私の人生の目的は人々を助けることにあるんだ。頑張ってビジネスでなんかすごく成果が出たとかね、目に見て分かりやすいものがあったらいいんでしょうけど、神の啓示って言われた途端にうさんくさくなってくるわね。ただそれでもね、当時はレイに憧れた人がいっぱいいたんです。憧れる人が多かったのは、彼がね、恵まれない環境から駆け上がったっていうね、サクセスストーリーを持っていたからだと言われてるんです。それまでのレイの人生は決して順風満帆とは呼べないものでした。幼少期は貧しく、牧師を務める父の職場である教会のオフィスで生活。一生懸命に働く両親が家すら持てないことに疑問を抱き、貧乏は罪であるという独自の信念が染みついていったといいます。またレイは出っ歯だったこと、分厚い眼鏡をかけていたこと、不器用だったことなどを理由に周囲からバカにされていました。そんな周囲からの嘲笑に反発するように、レイはジムで体を鍛え始め、成功を求めて自己啓発に没頭。当初ついていたテレアポの仕事を辞めた後は、7つの習慣で知られるスティーブン・ R ・コビーの会社でも働き、成功哲学への理解を深めていったといいます。その末にたどり着いたのが、47歳の頃のエジプトシナイ山での神からの啓示。帰国の後、映画ザ・シークレットに出演して独自の成功哲学を語ったことで、レイは一躍自己啓発界のカリスマとしての地位を手にするのです。恵まれない境遇から這い上がった背景もあって、多くの人がレイの話に胸が熱くなる感覚を覚えていました。そう、この時はまだ誰も知らなかったのです。レイが語る人生の多くが誇張されたものだということを。先ほど説明したように、彼は自身の幼少期について、家がなく教会のオフィスで暮らしているほど貧しかったと語っていました。しかし同級生からすれば、レイはいつも身なりが良く裕福に見えたといい、貧しかったという話は虚偽の可能性があります。またスティーブン・ R ・コビーの会社で働いていたという話についても、コビーの会社側はそんな従業員はいなかったと否定。レイの言動には多くの矛盾があり、シナイ山での神の啓示の話もどこまでが本当か疑わしいのです。話を持って自分を大きく見せてたわけね。成功者として映画にも取り上げられたとかって言われたら、まあ普通信じちゃえばよね。偽物であると見破られないようにいくつも話を持っていた彼は、インポスターシンドローム状態にあったと言われてるんです。そのことがね、無謀なね、セミナーの開催につながったと言われてるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、インポスターシンドロームについて。インポスターシンドロームとは、周囲からの評価に対し、自分は本当は大した人間ではない、いつか偽物だとバレるのではないかと不安を抱えている心理状態。子供の頃から結果を出してもあまり褒められなかった人や、逆にできて当然と扱われてきた人、失敗した時に強く責められてきた人などに見られやすいとされます。レイがそうだったと断言はできませんが、彼の経歴には誇張や疑わしい点が多数あり、いつかボロが出てしまう不安があった可能性は十分にあります。インポスターシンドロームは、通常は自分はまだ偽物だからもっと頑張ろうという謙虚さや勤勉さにつながりますが、レイの場合は少し違いました。彼は偽物だとバレるかもしれないという不安を強い言葉や過激な演出でごまかそうとしていたように見えます。セミナー参加者が限界を超える姿は、自分の教えが本物であることを証明する材料。自分の実力の証明のため、レイはこの後死者を出すような過酷な試練をセミナー参加者に与えるのです。映画ザ・シークレットで注目された2年後の2008年には、レイの著書ハーモニック・ウェルスがニューヨーク・タイムズのベストセラーにランクイン。年間940万ドル、日本円で約14億円もの収益を上げ、全盛期を迎えていたタイミングで行われたセミナーが2009年10月のスピリチュアル・ウォーリアーでした。果たしてそのセミナーの全貌とは。スピリチュアル・ウォーリアー。2009年10月4日、ジェームズ・アーサー・レイ主催の高額セミナースピリチュアル・ウォーリアーが開始。レイは冒頭で参加者へ向けてこう語ります。今からここにいる全員に髪の毛を全て剃ってもらう。これは身体的な虚栄心を捨てるための儀式だ。参加者には女性も多数いましたが、レイは応じない者はセミナーに真剣に臨んでいない、表面的な人間だなどと断じ、坊主にすることを拒めない空気を作りました。思えばこの儀式も自分の状態を顧みず、とにかくレイの指示に従うことを優先させるための段階的な洗脳だったのかもしれません。そこから参加者は可能な限り睡眠時間を削るよう指示され、さらにビジョンクエストと呼ばれる36時間耐久の試練を命じられます。それは完全な断食と断水、そして砂漠で寝袋一つで過ごすという過酷以外の何者でもないものでした。そして夜になると寝袋一つで凍える参加者に向かい、レイはこう伝えます。250ドルでポンチョを売ってやるぞ。彼の振る舞いには、そうやってセミナーの最中でさえ金儲けを忘れないせこさがにじみ出ていたといいます。
寝袋一つで乗り越えるってのが試練のはずなのにさ、お金払えば防寒具買えるってなんか違和感ありまくりじゃない？そもそもレイの中の成功哲学って怪しいですからね。そんな矛盾にね、気づく余裕もなくなるくらい、彼はあの手この手でセミナー参加者を追い込んでいくんです。セミナー4日目の10月7日には参加者はさらに意味のわからない試練を課されます。題してサムライゲーム。白いローブをまとった姿で現れたレイはそのゲーム内での自身の役割を神であると説明。スプーンに卵を乗せて運ぶなどの命令に失敗したり、神である自分に不用意に話しかけたりした参加者にはこう命じました。死ね。神であるレイにそう命じられた参加者は冷たい床の上で微動だにせず横たわらなければなりません。レイ曰くこのサムライゲームは武士としての死を疑似体験させるロールプレイ。彼の言葉一つで生きるか死ぬかが決められる。その空間の中で参加者たちは一層自分の体の限界よりもレイの指示を優先するようになっていくのです。これはただのさ、洗脳のための儀式じゃない。これをやってどう成長できるか全く意味がわからないもん。全てはこの後のね、最後の試練に従わせるための布石だったと言われてるんです。そしてついに死人を出すことになったその試験が幕を開けるんです。死の克服。断食や砂漠でのビジョンクエストを経験し、セミナー参加者の体はすでに限界を迎えつつありました。そんな中、セミナー最終日の10月8日に行われたのがスウェットロッジと呼ばれる儀式。真のスピリチュアルウォーリアーは死を克服している。成功を手にするには死んでもいいと思える段階に達しなければならない。本気で死ぬと思うかもしれないが、あなたたちは死なない。大丈夫だ。レイはそう言って、たとえ身の危険を感じたとしても儀式を途中でやめてはならないと念押ししました。スウェットロッジはネイティブアメリカンの伝統的な儀式。ドーム型のテントの中に熱した石を入れ、水や薬草茶などをかけて蒸気を発生させサウナ空間を作ります。その中で祈ったり歌を歌ったり瞑想したりなどを通し心身を浄化するのです。その儀式を前にしてなぜレイは死ぬ思いをするなどと語っているのか。スウェットロッジは暗闇と熱気の息苦しさで極限の体験となることも珍しくありません。さらにレイが用意したスウェットロッジは本来のスウェットロッジよりも過酷になることが目に見えていました。伝統的なスウェットロッジのテントは木の枝や若木で作った骨組みに毛布をかぶせたもの。一方でレイが用意したのはビニールシートや防水布を使用した極めて通気性の悪いテントだったのです。サイズにしても高さ 1.5 メートルとまっすぐ立つことも難しいくらいのごく狭い空間。彼はその中に50名以上の参加者を一気に押し込みました。灰が焼けるような熱気で満たされたテントの中、セミナー参加者たちは誰もが意識を朦朧とさせていた。本来のスウェットロッジであれば体調不良の者は速やかな中断が推奨されるが、レイのそれは違っていた。嘔吐する者や気を失う者まで出てきていたが、レイは入り口に立ちふさがり絶対に外に出そうとはしない。お願いだ、外に出してくれ。もう死にそうだ。セミナー参加者が震える声で訴えると、レイは彼を睨みつけてこう言う。限界を超えろ。体は死んでも魂は死なない。高温に熱した石が次々と運び込まれ、テントの室温はみるみる上がっていく。室内の温度が93度にも迫る中、レイは2時間以上参加者を外へ出そうとしなかった。93度の中で2時間耐えろってもう絶対死人が出るぐらいヤバいことになるって分かんないの？体は死んでも魂は死なないとか意味わかんないこと言ってるし、このセミナーも何も学ぶことなんてないじゃないのよ。結局ね、誰も経験したことのない過酷なね、試練に耐え抜いた弟子が何人もいるっていう、その事実が欲しかっただけなんです、彼は。レイは常日頃セミナー参加者にこうした無謀な試練を与えていました。例えば過去にはいたわりを命じられた女性がセミナー中に骨折したことがありましたが、レイは病院へ行かせてほしいという彼女の頼みを拒否。セミナー中に飛び降り術した参加者が出たこともありました。その際もレイは他の参加者に何も説明することなくセミナーを続行したというのです。彼は参加者に限界を超えさせることを最優先し、安全性は度外視してしまっていました。レイはセミナー中に救急車を呼ぶと激怒するため、今回のスウェットロッジの儀式で何人もの参加者が倒れる中でもスタッフは緊急通報ができず、最終的に参加者の一人が独断で通報し、ようやく救助が到着したのです。騒ぎが大きくなる中、一人ホテルへ戻っていったレイ。平然とシャワーを浴びステーキを食べていたその時の行動を後にレイは本当は怖かったので逃げたと語っています。現場ではすでに2名が亡くなっていましたが、1週間後には病院でさらに1名が亡くなり、最終的な死者は3名となりました。2011年11月18日、3件の過失致死に問われたレイは禁錮2年の判決に。3人の命に対して罪が軽いようにも思えますが、これはレイが死亡のリスクを認識していなかったとされたため、危険だと気づかなければならない状況で必要な注意を怠ったことについてだけ
け罰が下されたのです。そして2年後、出所を迎えたレイは事件を次のように振り返りました。あの悲劇は私が成長し学ぶために必要なことだった。犠牲者を出してしまったことに反省の色はなく、彼はその後も変わらず高額なオンラインセッションや自己啓発の配信などを続けたのです。2025年1月3日、レイは67歳で他界。事件で亡くなったカービー・ブラウンという女性の遺族が設立した団体シークセイフリーは彼の死を受け、次のような声明を発表しました。いかなるプログラムもマインドセットも命より大事などということはありません。3人の命が奪われた悲惨な事件に対し、成長のために必要だったなどと口にし、自身の過ちを最後まで認めようとしなかったレイ。彼の死という世間が事件を思い起こすタイミングで、遺族はその考えが全くの間違いであることを示したのです。人には多かれ少なかれ誰かの言葉に答えを求めたくなる瞬間があります。しかしその言葉があなたの体や安全を一切考えていないものだったとしたら、人を挑戦に向かわせる言葉と危険に従わせる言葉、その境界線はどこにあると思いますか？オーソンスケンちゃんです。宮みこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方は、なんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。おー、無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは、 YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。ほんと視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までにね、入会してくだされば、1週間はね、無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画を見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたにはその場の勢いで行動して後悔した経験はありますか？2024年10月26日、北海道江別市午前6時頃、公園を歩いていた通行人が異様な光景を目にしました。遊歩道の上に倒れている一人の若い男性。彼は全裸の状態で全身に怪我をしているように見えました。両腕を頭上に伸ばし、まるで万歳をしているかのような姿勢でピクリとも動きません。この時現場の気温は2度から3度。明らかに何かがおかしいと気づいた通行人はすぐに通報します。通報を受けて駆けつけた救急隊員が確認したところ、男性はすでに亡くなっていました。被害者は20歳の大学生。犯人はすぐに判明します。その日のうちにこの男性の交際相手だった女が自ら警察に出頭してきたのです。その後合計6人が逮捕され、この事件は全国的なニュースとなりました。事件のきっかけもすぐに判明します。男性が命を落とした理由、それは交際中の彼女に別れ話をしたこと。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。